ママの皆さん、こんにちは。今日は授乳時の痛みの一因となる白斑にスポットを当てていきます。白斑は小さなトラブルですが、痛みを伴い、ママと赤ちゃんの大切な授乳時間を悩ませる原因に。でも大丈夫。この動画を見れば、白斑について理解を深め、効果的な対策を学べますよ。一緒にこのトラブルを乗り越えましょう。白斑は、乳頭の出口。正確には、母乳を赤ちゃんへと届ける、最終段階の通り道にできる、小さな白い塊のことを指します。これらの塊は、乳頭の皮膚が傷つくことで生じる場合が多く、母乳の通路を狭めたり、時には完全に塞いでしまうことがあります。外見上はまるで小さなニキビや吹き出物のように見えることから、このような名称が付けられています。白斑ができると、その部分で母乳が詰まることになります。母乳の流れが悪くなると、乳房内で圧力が増加し、乳腺に痛みや炎症を引き起こすことがあります。これは、母乳がスムーズに流れることを妨げるため、授乳中に鋭い痛みとして、ママに感じられることが多いのです。さらに、乳腺内で母乳が過剰に溜まることで、乳腺炎を引き起こすリスクも高まります。通常、白斑は母乳の脂肪分が固まったものや、皮膚の小片が母乳の出口を塞いでいることで形成されます。これが起こる主な理由としては、不適切な授乳姿勢や赤ちゃんの乳頭への強い吸い付き、さらにはブラジャーなどによる乳頭への過度の圧迫などが挙げられます。時にはストレスや疲労、特定の食事が原因で白斑が生じることもあり、個々の生活習慣が影響している場合も少なくありません。母乳の流れを妨げる白斑は、授乳時だけでなく通常時にも痛みを伴うことがあり、乳頭の敏感な部分に炎症が起こると、痛みはさらに悪化することがあります。したがって、白斑を放置せず、適切なケアを行い、母乳の通り道を確保することが重要です。白斑の原因とは、主に、母乳の脂肪分が固まったり、皮膚の小片が乳頭を塞ぐことで白斑が形成されます。これにはいくつかの原因がありますが、その中でも、特に一般的なのが、授乳姿勢の問題です。不適切な姿勢は、赤ちゃんに乳頭への強すぎる吸い付きを促し、白斑を生じやすくします。また、タイトなブラジャーによる圧迫も乳頭へのストレスを増大させる一因となります。さらに、精神的なストレスや疲労、油分や糖分の多い食事といった生活習慣も白斑の形成に影響を与えることが指摘されています。これらの要因は母乳の質に影響を及ぼし、乳腺の詰まりやすさを高めるのです。白斑のセルフケア方法。白斑のセルフケアで最初に行うべきは、乳頭を温めることです。これには温タオルや温かいシャワーが有効。温めることで、乳頭の血流が良くなり、白斑が柔らかくなって、詰まりが解消しやすくなります。では、正しい温め方について見ていきましょう。温タオルを用意する。清潔なタオルを用意し、熱くない程度に温めます。電子レンジを使う場合は、水分を含ませたタオルを数十秒間加熱すると良いでしょう。ただし、火傷には十分注意してください。温タオルを乳頭に当てる。温めたタオルを直接乳頭に当て、5分程度保持します。この時、タオルが冷めないように定期的に温め直すことがポイントです。温かいシャワーを利用する。タオルを使う方法以外にも、温かいシャワーを乳房に直接当てることで乳頭を温めることができます。シャワーの温度は肌に心地よい程度で、直接乳頭に当てる時間は数分間が目安です。温めることの効果。この温める行為により、白斑周辺の組織が柔らかくなり、母乳の流れが改善されます。特に、授乳前のこのケアは、その後の授乳をよりスムーズにし、痛みを軽減する助けになります。温めるケアは、白斑のセルフケアの基本です。忙しいママでも、この簡単な方法から始められます。毎日の授乳が少しでも楽になるよう、ぜひ実践してみてください。次は、詰まりを取る。乳頭を温めた後は、白斑を優しく取り除く作業が待っています。ここで大切なのは、乳頭を傷つけないように、とてもデリケートに扱うことです。では、具体的な手順を見ていきましょう。ガーゼを用意する。清潔なガーゼや柔らかい布を準備します。ガーゼは乳頭に優しく、摩擦を軽減してくれるのでおすすめです。オリーブオイルを活用する。少量のオリーブオイルをガーゼに取り、乳頭に薄く塗布します。オリーブオイルには保湿効果があり、白斑を柔らかくし、取り除きやすくなります。マッサージを開始する。オイルを塗った後、ガーゼを使って乳頭を優しくなれるようにマッサージします。円を描くような動きで白斑周辺を優しく刺激すると、詰まりが解消されやすくなります。マッサージのポイント、力を入れすぎないことが重要です。乳頭はとても敏感なので、優しく触れる程度にしましょう。マッサージは白斑が取れるまで、
毎回授乳後、またはお風呂上がりに繰り返します。もし白斑が取れたと感じたら、乳頭を清潔に保ち、炎症を予防するためにも、その後は清潔な水で洗い流しましょう。白斑のマッサージは痛みを伴う場合がありますが、このケアによって多くのママが授乳時の痛みから解放されています。無理をせず、優しく根気よく続けていくことが成功への鍵。しかし、痛みが強い場合や改善が見られないときは、専門家のアドバイスを求めることを忘れないでください。白斑を改善するための授乳と搾乳の方法。白斑による痛みを和らげ、母乳の流れをスムーズにするためには、授乳と搾乳の方法を見直すことが重要です。白斑がある場合、その部分から授乳を始めることをお勧めします。適切な姿勢を見つける。赤ちゃんが乳首をしっかりと加えられるような姿勢を見つけましょう。クロスクレードルホールドやフットボールホールドなど、様々な授乳姿勢がありますので、赤ちゃんと自分に合ったものを試してみてください。白斑のある側から始める。白斑がある乳房から授乳を始めると、最も活発に吸う初期の赤ちゃんの吸引力で、詰まりが解消されやすくなります。授乳のサポート。授乳クッションを使ったり、枕で赤ちゃんの位置を調整することで、より深く乳首を加えさせることができます。搾乳の実施。授乳後、乳房に残った母乳は、搾乳することで取り除くことができます。手絞りの方法。清潔な手で乳房を優しくマッサージし、乳腺を刺激しながら母乳を手で絞り出します。最初は少量しか出ないこともありますが、根気よく続けることが大切です。搾乳機の利用。手絞りが困難な場合は、搾乳機を使用するのも、一つの方法です。電動搾乳機は、効率的に母乳を絞ることができますが、自分に合った吸引レベルで使用してください。白斑のセルフケアは、多くの場合に効果的ですが、時として、症状は自宅でのケアだけでは、改善しないこともあります。では、どのような時に、専門家のアドバイスを求めるべきでしょうか？専門家に相談すべき症状とは？改善が見られない時、セルフケアを続けているにもかかわらず、白斑が改善されない場合は、さらなる評価が必要です。痛みが増す時、授乳時だけでなく、普段から乳房に痛みがある、または痛みが強くなる場合は注意が必要です。しこりができた時、乳房に硬いしこりが触れる場合は、乳腺炎のサインである可能性があり、迅速な対応が求められます。なぜ専門家の助けが必要なのか？助産師や医師は、白斑の症状に基づいて、個別のアドバイスが可能です。正確な診断により、適切な治療法を選択し、より速やかな回復を促進することが必要です。乳腺炎などの合併症を防ぐためにも、早めの専門家の介入が重要です。まとめ、白斑による痛みや不快感は、適切なケアで改善することが多いですが、症状が続いたり悪化したりする場合は、一刻も早く専門家に相談してください。ママの健康は、赤ちゃんの健康にも直結しています。授乳の問題には専門家が対応することで、ママも赤ちゃんも安心して過ごせます。皆さんが快適な授乳生活を送れるように、早めの対応を心がけましょう。今回の動画が少しでも役に立ったと思われた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。次回の動画でお会いしましょう。お楽しみに。